おしゃべりが大好きなマスターのレオが営む秘密のバー。ここに訪れた人は必ずお酒を交えながらいろいろな話をしていくという。さあ今回はどんなお客さんがやってくるのか。レオズバー開店です。始まりましたレオズバーということで、今日は僕の大好きなジャイアンツから大好きな選手が来てくれています。山崎伊織選手です、はい、お願いします。お願いします。緊張してる？ちょっとね、人多いね。人がちょっとこんな多いんや。でもさ、東京ドームに比べたらさいやまあ東京ドームは自分の得意なことをやってるからね。あ、そういうことね。まあそうね。こんな人多いねん。まああんまりでもこういうさ YouTube ってないよね。じゃあ初ということで初めてよ。ありがとうございます。来ていただいて、ちょっと今日はいろんなことをちょっと飲みながらちょっと話していこうと思うんですけど、はい、じゃあ早速ドリンク差し入れます。差します差し入れますなんていうのこういうのお出しします。はい、こちら。ありがとうございます。じゃあまず乾杯しましょう、はい、じゃあお疲れです。お願いします。今年もお願いします。お願いします。たっぷりでございますけども、美味しいね。ということでレオズバーにジャイアンツの選手がついに初めてね登場ということで、ざっとね関係なんでこの仲いいのかみたいの、ちょっとごめんなさい、ジャイアンツのファンの皆さんすいません。今から僕イオリって呼ぶんですけど、そのお前がイオリって呼ぶなみたいな本当にやめてください。同学年仲いいよってことを。そうね、同級生ね。同級生なんでこれ以降一切アンチ受け付けないんで、はいお願いしますということでイオリと出会ったのが、僕らが国歌斉唱をやらせてもらった時に、僕が裏でインタビューさせてもらってる時にイオリと大勢選手と堀田選手が剣士やったっけ。3人か。でイオリから「同い年ですよね」って言ってくれたのよ。そうで「あ、そうです、一緒です」って言って「あ、じゃあよろしくお願いします」って言った時に、たまたまその共通の知り合いの人が連絡来て、レオ君が連絡先欲しいって言ってんだけど、おおマジかと思って、でそこでこう連絡先を交換して仲良くなるっていう。めちゃめちゃ連絡くれるね。毎試合毎試合お疲れ様ナイスピッチ毎回連絡して見て、で海外にいる時も、海外おることもあるんかあれ。そう海外の時も YouTube のハイライトとか見て、うわいいねっつって送って、だからたまに日付変わってる時あるかもしれないけど、もう大体そっちの時間で。そう、こっちの時間で起きてから送ってるから。俺の奥さんも前の試合終わったら「今日レイ君から LINE 来た?」あ、本当？もうそんな定番化されてる。そう。でも嬉しいですね。2年ぐらい。じゃあ家族公認の。家族公認。これからもよろしくお願いします。もう家族やろ。じゃあまあそうね。もうブラザーだね。ブラザーだよ。兄弟だね。兄弟。本当に。でも今年も3日？あれ3日だよね。三が日。3日からね、ランチ食べてゴルフ行ってキャッチボールさせてもらって。今年初投げっしょあれ。俺がさ今年初投げとかないんだ。何が？今年初投げとか。俺も初踊りしてん。初踊りね。ブリスブリだっけ？じゃあ激しいやつよ。ステアインワンダーをね、いおりが踊ってくれて。俺踊ってへんねん。ちょっと踊ったよね。ちょっとね、一緒に教えてもらって。こうやってやんだよっていうのを教えて。ダンス教えてほしい。ダンス教えてほしい。言ってるのずっとね。最初から。なんだっけ？ダウンとかアップとかね。すごい音楽にもね興味持ってくれて。正直最初の頃のはアーティストさんの方なんやっていうもうイメージあって、来てるなみたいな。そう。でもそこからちゃんとオーディション遡ってみて。そうね、最近ね、やばい。だから2021年とか。俺がジャイアンツ入る。そっか。ちょっと前だからオーディションはその前にやってたから、そうだからちょうどいおりが1年目の時のオフぐらいにデビューしてるから。そうだから1年目と1年目ってことだよね。そう。でも変だもん、三が日から初めてそのプロの球受けたから。意外と A ボールやったでしょ。いやすごいいいボールだったよ。変化球ってそんな曲がるんだみたいな。こんな取れるんやと思って。めっちゃ集中したもん、もうここら辺の視界が全部なんか真っ黒になるくらいゾーン入って、これを取れないと俺の何かが終わる気がすると思って。友達とキャッチボールしてて、まあ球速い人とかもいるけどさ、その時寄りに行ったかもしれないけどさ、なんかバカでかい鉄球取ってるみたいな。言ってたね。これみたいな、この球がみたいなイメージ、取った時の。一応仕事やからな、それが。そうね。でもすごかったから、初めてだからプロなんか、これがプロなんだと思って。
めっちゃ感動した。マジで。うん、嬉しいわ。俺も嬉しい。アーティストさんの中で一番うまいんちゃうかな、でも。いやそんなことないと思うよ。こんな撮れるとほんま思ってなかった正直。あ本当？めっちゃうまいやんと思って。いやそこまでだのよ。その試合ってなるとそうね、もう一回だから俺のエラーで優勝逃してるから昔ね。そうだからもうトラウマ試合は怖い。だから練習は楽しいんだけど試合になるとバクバクしちゃうから、逆に試合中バクバクしないの。あ俺が、だからそのピンチの場面とかでもいやするで。あするんだ、するけど最初がもうやばい。一番やっぱり立ち上がり1回ブルペンで、投げてドームすごい演出でね。あ見てないのか。見てるよね。でもねスターティングメンバーバーって始まってさ、でその後さもろもろがあってさ一人一人こう出ていくじゃない。あの時はベンチの前でキャッチボールしてるから。そっか見てる。あの時ぐらいがやばい。ああいう時はさ、どうもなんかしゃ来るぞって感じだから。いや全然そんなんじゃないな。違うんだ。いやもう早くまず投げたい。もう初球を。なるほど。結構あれって自分の名前が呼ばれてからヴィーナスの間を通っていく人が多いねんけど、俺はもう待ちきれへん。もう先行っていいですかみたいな。キャッチャー誰々ワーストぐらいでもう行くわ。でも自分で行っていいですかみたいな。そう。ああなるほど。そこで俺は行っちゃう。俺はだから俺で言うラスト BGM 始まってないのにもう行きませんって。そう結構そのねスタッフさんカメラマンさんめっちゃうなずいてるんですけど、15分前ぐらいに出ていいですかってたまに言う時とかあるから、そういう感じだよね多分。なんかもう前にわーってなっちゃうんだよね。前にこう早く昨シーズンねセリーグのね無失点あれなんていうの回何やろうな。イニング記録無失点イニング記録かな。初めての熱血行った時にいおりが多分その記録継続中だったんだね多分。でなるべくその話しかけちゃいけないみたいな俺はやっぱプレッシャーがあったし、前日にもね、ちょっと明日はもう大事な試合だと思うからもう俺取材でいるけどもうスッと行って、大丈夫だからねって連絡くれたもんね。軌道修正してこっち来ようとしたからもう行ってセンターまで行ってもう内海さんのところ行ってきてと思って。俺らはもう全然あんまりあれからね考えてんからねその時意外と、ほんま試合の、いつやろうな30分前ぐらいからこう俺はなスイッチ入れるまでいかんけど、よし頑張ろうってなる。じゃあそれまでいつも通りロッカーでもで先発の時のルーティーンというか朝の投げる時と、普段のこの投げる時ってやっぱ違うの？違うな。お昼ご飯食べる時間とか。なるほど。やっぱ早めに消化して、あとはもう消化にゼリーだけしか食べへんから、でお昼ご飯の時間ぐらい。じゃああとは一生もう時間の過ごし方は。でもみんななんかやっぱないのその雰囲気的に。いやないな。よりさんみたいな気使ってみたいな。よりさんあれそれ今日みたいな気使って逆に喋らんみたいな野球の話しないみたいな。あそこの角曲がったラーメンはうまかったっすよみたいなではない。全然ないよ。もうみんなもう気を使える後輩たちじゃないね。いい意味でね。いい意味でこういつも通り「いおりさんそうそう取られんじゃん」みたいな。マジで今日大丈夫でしたねみたいな。そうで俺も「いやもうちょっと生かしてよ」みたいな。なるほど。そうじゃあいい意味でこの上下関係みたいなのがやっぱないから。そうよ。だからこっちもやりやすいし。でも確かにそれぐらい言ってくれた方が気もね。お前が言ったからじゃんとかも言えるしね。で終わったら「すごくね」みたいな。へえみたいな。そうなんだ。裏方さんとかそういうの全部グッズが出たりするから、そういう人らが一番このいつ途切れるかとかを多分こう気にしてたと思う。なるほどね。途切れた時点のイニング数でこうグッズを作るとかが。そっか。ですぐ出るもんねしかも。すごい。あれね俺も T シャツ買いましたけど。マジで送ったよ鏡。着てたっけ？着てた。なんでさそういうのさなんで買ってくれるの？こうあげるよ。こっちから連絡くれたらすぐ。変じゃない？そのジャイアンツファンとしてさこのグッズをくださいってなんかさ。そうそれでこれいいなかっこいいなって送ってくれたらこれ欲しいな。親戚のおばちゃんとかおっちゃんみたいなことしないから。でもね自分でもやっぱそういうのがやっぱ楽しいからやっぱグッズを買うとかも。ほんまに野球ファンやね。そうだからみんながこう買う気持ちもめっちゃわかるしスピード速いよね。スピードはめっちゃ速い。でもなそんな速くないと思うねんけどな。グッズが出るスピードね。
俺の球とかじゃなくて球は急に速い球球は速い褒めてくれんと球は速いグッズね球も速いし変化球もすごいけどいや速いよ球も速いよねグッズでのねグッズでの速いよねグッズ出るの速いでグッズでじゃあジャイアンツのグッズ出るスピードがなんか多分すごいと思うその連携が多分すごいんかなそこら辺の人のもういろんなことを視野に入れてこれ多分大変なそれでも仕事言われんのこの出る時にあ言われへんなでもサンプルはもらえるあなるほどねそうだからこういう感じでそうそうそうみたいなあじゃあ自分も結構楽しみなところあるんだあそうねロッカーにこう「よりくん」っつってサンプルあるからって言われた時は全部見るやっぱあいいねあこれかっこいいで結構その誰かの息子さんがいおりのことを結構好きでとか言ってたらその人のロッカーにこう自分のグッズを置いてあげるとかうわいいね粋なことするね喜んでくれるからやっぱへえその記録がかかってもあんまり緊張しないしそうねオープン戦って言って開幕の前にね開幕の前に練習試合みたいなのやるねんけど、そこが結構良くなかったから自分としてはもう多分ホッとしてたずっとあよかった抑えれたなるほどみたいなご飯行く予定したんでねオープンそう戦だからちょっと調子があんまり上がってこないからちょっと行ってる場合じゃないからごめんって言われてそういうのいいね、ファンの方もやっぱより真剣に野球考えてんなやってるみんな思ってるからみんな思ってますよねご飯行く予定まで削ってそうオープン戦の時はね本当に行く予定だったけどちょっと調子あれだから次打たれたらもう開幕投げれませんみたいなローテでみたいな感じの雰囲気だったからその辺の予定全部こうキャンセルしててやばいさすがにと思いながらシーズン中のこうなんかちょっと今いいなとかちょっと最近良くないなみたいのはあるのやっぱあるめっちゃあるよあるんだある、思い通りにやっぱ投げれへんなみたいなそれやっぱ疲労なのそれともなんかそ疲労のもあるし感覚的なものなのかもう全部やと思う自分のこの頭で思ってる投げ方をしても、思ってるボールがいかへんなんでなんやろうって言って俺の場合はトレーニングでまずやってみるとかでその次にトレーナーさんに体チェックしてもらうその週に1回体の可動域を測るからそうなんだ例えば股関節がいつもよりも何センチ開けてないとかで全体的にじゃあちょっとこの1週間は股関節を多めにトレーニングしようねとかでいい状態に持っていくようにやってもらうからもうなんか自分で考えてよりはその周りの方のやつデータというかそうサポートでいい方に向かっていくみたいなのが多いね。ジャイアンツの YouTube でさいろいろこう測ってるじゃんっていうのはトレーナーさんのやつなのかななんかランニングの時もあるしなんかいろいろなんかさ測ってるそうボール投げるやつとかねとかああいうの測ってるんだそう測ってて記録して、先月はこれぐらい数値出てたけど今月は全然数値が出てへんからパワーが足りんし体がうまく動いてないねとかでなるほどよくしていくみたいなるほどね俺なんか今月はこれぐらい上がったみたいな次はもうちょいどんどん飛んでるじゃんみたいなそういうなんか記録系なのかと思ったら勝手に違う飛ぶようになったねみたいな自分のもう体のあれを測ってるんだそうそれちょっとすいません彼女じゃ楽しんでるみんななんか笑顔でやってるじゃんみたいななんかすごいなんか記録大会みたいな一応なんかそのボールを上げてるけどみたいな筋力が上がったねみたいな感じでやってるのかなとか思ってたけどちゃんと体の状態を見てんだねあれはシーズン中もこう体のこと気にしたりとかもあるけどこの前もね一緒にいた時ちょっと話したけどこう怪我がさ結構こう野球人生において多かったじゃない、そういう期間ってなんていうの何回かあるわけじゃん怪我してそれどうこう乗り越えてきたっていうかそういう時期ってなんか辛くなかったの？いやしんどいのはしんどい、けど小学校6年生から中学校に俺硬式やったから、硬式に行った時に小6の時膝を怪我してて、ほんまに治らなくて全然治らなくて俺治んねえなみたいな、でもう正座もできひんみたいな感じで手術して膝を中1かな、でしたからもう中1はもう1年間野球してなくてで中3から高校上がる時も肘を怪我して、高1も1年間野球やってへんので、そこからも大学行く時も肘を怪我して、大学1年生は全く野球せず、で大学4年生にトミー・ジョン手術っていう手術をしてプロ入ったから1年目も野球をせえへんみたいな、こう入学するたびに野球をせえへん人生みたいな感じで、
で昔はうん正直そんななんか思ってなかった、あんまり全然ああ怪我しちゃった怪我しちゃったなみたいな感じだけど、やっぱこう高校から大学に上がる時とかはうんもうしんどい、やっぱ野球あー良くならずに野球をせずに終わっちゃうんじゃないかみたいな。あ野球人生終わっちゃうんじゃないかみたいな。やっぱ入る前はしんどい、んでもそこであんまりこういうのを言ったことないんやけど、なんかお父さんからすごい結構ガーってこう文章がバーって送られてきて、うんやっぱり応援してくれてるんやなって思って、うんやっぱりそういうのが頑張ろうっていう気持ちになる。すごいいい文章。ハロかここに。はらんでよ。お父さんとそれはもう大事にして。これお父さんとかにも言ったことないんやけど、ちゃんと画像で残して、携帯の引き継ぐたびに絶対にこう残してる。ああ。だから一番最初に来たみたいな感じでもう終わっちゃうんじゃないかって一番最初に思った時に、そのお父さんからもらった言葉が今もこう、そうね。支えてくれてるってことだもんね。やっぱ家族が大きいかな。あとはやっぱり同じねリハビリしてる子たちの一緒に頑張ろうっていう、そこは仕事中はすごい支えてもらってるから頑張れるね。メンバーが頑張ってたらさ、俺もやらなあかんなってなるし、なるね。そういういいチームメイトに、そういうリハビリ期間中恵まれてたかなと思う。ああ、すごいいい話ね。いい話したね今。でもそのさこういい話しましたね。確認しなくていいね。18からで大学行く時にその怪我して、もう終わりかもしれないなっつって、そこでお父さんの言葉に助けられて、で次またプロに行く時に、じゃない。そうね。その時はなんかなかった。その東京ドームで投げれるのかなとか。めちゃめちゃ思ってたよ。それも思った。めちゃめちゃ思ってた。そのプロ野球選手になるっていう目標は一応クリアするわけやん。その自分の中の人生の、ドラフトで選ばれて、だからそこに入っても活躍するか活躍せんかはみんながそうや、活躍できひん人もおるし、活躍する人もおるから、もうそこは終わりきって。なるほどね、もうこの舞台にまず入れたっていうことに一旦はそうで、もう活躍できるか活躍できんかの二択やから、と思ってもうリハビリしてたずっと。スタートが遅れたとしてもその運命はもう決まってるからもう大丈夫だぐらいの。すごいね。すごくないけどな、そんな別に。いやすごいよ。やっぱもう神様しかやっぱわからないから。わからないから先のことはね。そう、神様しか。いや神並線で神様しかって言わなくていいんだけどでもまあ運命決まってるって言うしね。うずいてきた。肘があの時の傷がみたいな。やめて。トミー・ジョンの傷がうずくって初めて聞いた。今まで言ってる人いないんじゃない？古傷がうずいてきてる。割と新しい方だと思うよね。新しい方。5年、あれ次6年目？次6、いや5年やな。5年目か。5年だからまだ古傷じゃない。まだ古傷でまだ新しめ。マジか。トミー・ジョンの傷がうずくやった方がいいよ。今度ヒーローインタビューで「いやちょっと今日はねトミー・ジョン手術の後の傷がうずいたんですけど」って何こいつ言ってんのってなるよ。結構爆笑だと思うよ。ね、一瞬ってなる可能性あるけど。なるよ、絶対なるわ。ダメ。大学でさ日本代表もさ、投げてるもんね。そうね、3年生の時。やっぱ世界のあれは違う？いやなんかもうその頃はもうなんか全然楽しいみたいな。そう日本代表やよっしゃーみたいな。そうなんだ。そう最初に選ばれる人がおって、でそこでセレクションして受かるみたいな、俺そこ入ってなくて最初、でなんか全国大会出た人らの中でインパクトが残った人が4人だけ追加で選ばれるみたいなやつがあって、噂でもうでも先に選ばれてるメンバーの中で決まってるみたいな噂があって、なるほどなるほど。だから追加されたところでらしいでみたいなやってんけど、でそこ選んでもらって、これもう決まってるらしいしなみたいな、じゃあもうまあ思いっきりやったらええかって言ったらなんかめちゃめちゃええピッチングしてもて、なんか6人中5人三振みたいな。それ全員空振り。最高だね。そうで最後ピッチャーゴロみたいなのがあって、これ選ばれるやんって。ちょっと確実で。その頃はなやっぱこう大学生やし強気で若いしね。そう。まあ若い人も俺は変わんないけど。いやでももう結構年いったよ。今年8よ。その時21とかか。21よ。21ちゃうその年。21だね。オリンピックが多分2周回る前ぐらいね。
オリンピックにしといて結構確かにね確かにね21の時は何してた21の時はでもまだ練習生みたいな感じだったね、でも強気だったと思うよ、相当強気だったと思う。やっぱり若きね、そう若き時代の時代のね。そうだから別になんかその頃は別になんか世界と勝負とか思ってないの。その頃外国人の人と関わることないから。まあそうだよね。で日本で開催だから、そんな海外でやってる感じもないから。通用するのかなとかそういうぐらい。何の球嫌いなんだろうとか。もうそんなことも考えてない。そんなことも考えてなかったもん全然。なんかもうよっしゃ行きますよぐらいの。そうだからメンタルは強い方。それで言うと。メンタルはそうね、そんな弱くはないと思うけど、野球は。でも普段はこうすごい心配性なとこはある、やっぱ自分で。ネガティブよりなの、そう心配性は。例えばあれこれでこうしたらこうなってあれみたいな。俺負のスパイラル作るの得意なんだけどそうなんや。俺もうめっちゃネガティブ男だから。そんな感じに見えへんけどね。でしょ。でもハッピーボーイやけどね。いやハッピーボーイに見えるじゃん結構ネガティブなの。そうね。それ一人の時ってこと？一人の時すっごいなんかいろんなこと考えちゃって、はい終わったみたいな、はいなんか最後終わるんだけど自分がバーって言ってはい終わったみたいな結構多いんだけど、どういう系の人忘れ物とかの心配。そっち系？そっちやね。家出る時とかも、俺めっちゃ早く行ってもね、何事も30分前とかにはもう準備終わって行きたいとかやけど、準備遅れて5分とかもずれても他の人からしたら余裕やねん。余裕あるね。だけどもうそうなったらもうやばいやばいやばい遅れるわ。なるほどね。遅れるってなったらもうそこしか見えへんねん。もう遅れる遅れるわ。遅れちゃう、もう遅れた。そうで本当は間に合ってんだけど、10分前とかに作るんやけど、その時は10分前についてよかったって思うの？それとももう遅れてるって。いや遅れてるとはならんな。よかったよかったって。なるほどね。それが例えば仲いい人とご飯とかでもそう確かに俺より毎回早くいるイメージある。より並んでたでしょ。そうこの前三が日の時にいおりが美味しいそのピザ屋さんがあるからって言って何時に集合しようっつって、いおり早く来るだろうなと思って俺もちょっと早めに行ったら、そう普通の人に紛れて並んでて、前から5番目ぐらいで俺って並んでるやんおもろって言ってましたもん。俺もマジで笑いそうでありがとうってめっちゃ嬉しいんですけど、言ってよっつって。いやなんか並ばせれないでしょ。並ぶよ全然。俺並ばない人だと思ってる。並ばへん人やと思う。並ばへん人やし個室にしか入らん人やと思ってる。全然オープンで飯食ってるじゃん。気遣いもすごいよね。だからその先に並んでくれて、そうね、すごい並んでくれたりとか、なんか俺も心配性だし今日人に気使うタイプだから、似てるのかも。似てるからなのかな。仲良くなれてるのかもね。そうかじゃないかもみたいな顔やめてそこはそうだよねの顔にしてもらわないと。マジか。実はこの成人の日に撮ってるということで、そうですね。20歳の皆様おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますということで、今日も来る時袴着てた。着てる人おった。いた。これ公開されるのがもう開幕してるというね。そうね。ね、どうですか今年の。いつもねよりはね目標とかはあんま言わないっていうか、そうね、表に言わないですけど、記事とかは僕読みますんで、やっぱ急速アップ。そう。やっぱ急速アップっていうのはその体をこう大きくするってことだね。難しいねんな。そこもだからいろんなトレーナーさんと話しながら。そうやねんけど、何をしたら球が速くなるかは正直俺もあんま分かってない。そうなんだ。だからもういろんなことしながら何が自分に合うかっていう。そう結構なんかそのスピード特化型野球塾とかあるの分かる？でもあるよね、いろいろバッティングでもあるもんね。そうとかいうのをこうあんまりその自分はそこに頼らず自分の中でこういろんなものをやって正解をこう出していきたいから。なるほど。だからこう流れてる頃には球が速くなってるかもしれん。そうよね、今マックスが150、去年とかはマックス4とか3とか4、34ぐらいかなだからもうちょっと後半150後半まで持っていきたい。そっちよりかはこの平均全体的なスピ部分をードやっぱあと3キロ23キロじゃあ平均して150乗せるみたいな。そうね、150近くは投げたいなって思う。やっぱ日本一もね、そうね、やっぱ見たいね。やっぱ優勝せなな。そうね、見たいですね。2年前になるのかな、もう優勝は。じゃあそうね、セリーグ優勝はやっぱいいね。やっぱ良かった。めちゃめちゃいい。楽しかった。楽しい。嬉しい。嬉しい。だからその年のだからクライマックスシリーズ
東京ドーム7000あった、めっちゃ来てたよね。7000中ね6000ぐらい行ってる。そうよね。BE:FIRST のリハーサルがこう夕方まで入ってて、うん、夕方からそのドームにいるみたいな、その毎日を繰り返した。ずっとその時期で、しかも7000まで行ってんな、確か。そうで7000が夜だったの、リハーサルが。その夜っていうかその夕方かぶっちゃって、もうリハーサルのそのなんていうの、スタジオのその楽屋でもうつけながら前ちょっと休憩って言ったらブワー走ってもうグワー見て、で家帰って最後まで見たけど、しかも結構こう後半まで接戦でね、そうガーって言ってたから。でその日もだからジャイアンツのユニフォーム着て多分リハしてて、いやそう、そのリハのままそのまま帰って、そのままこうやって仁王立ちで見た家で。あとはやっぱライブに行きたいね、俺は。僕らの、うん、そう言ってくれるもんね。そう。なんか BMSG フェスのなんか映像をなんか、そうずっと見てる、家で。だからもう何回も見てるんだよね。何回も見てる。3、4周したんちゃうかな。ほんまに。すごいよね。アーティストさんってやっぱかっこいいね。本当？うん。逆のことを俺は思ってますよね。うわ。それはでもさ、レオが野球をしてきたからや。まあ、それもあるけど、好きだからね、野球がね。踊りたいもん。でもやっぱ基礎からやらなあかんからな。基礎大事。野球もね、基礎っていう。基礎が大事。反復練習大事ね。ダウンアップ。何だっけこれ。アイソレーション。アイソレーション。で今年の俺のその目標、この時に公開されてるかわかんないんだけど、バット作りまして、マイバットで東京ドームのスタンドに入れたい。ホームランを今年と言わずとも人生で1回、30までにはホームラン競争方式、バッティング練習みたいな。今年来年一昨年合ってるね。今年来年再来年か。戻っちゃったか。再来年か。今年来年再来年までには、入れたいのよ。ホームランをね、スタンドに。そう一昨年じゃなくてそう入れたくて、いけんじゃん。それはジャイアンツのその力を借りてね。一回ジャイアンツかけるBE:FIRST-TV とか BE:FIRST が2回かな。こうやらしてコラボやらしてもらっててるから。あるんや。一番最初は BE:FIRST-TV って俺のやつで、俺が始球式投げさせてもらって、パフォーマンスもさせてもらって、あとグラウンド整備とかもやらせてもらったりとか。そうね。そう。あと7回のラッキーセブンも出させてもらったりとか、90周年の時は国歌斉唱とパフォーマンス開幕式でやらせてもらって、だからこの世にも来ていただいたんで、そうね。次はジャイアンツの YouTube か、ジャイアンツ TV か、もう普通にプライベートか、そのプライベートジャイアンツお付き合いみたいな、その皆さんが練習する前に早朝に「すいませんね本当に」っつってお邪魔するみたいな感じで、ホームラン打ってみたいなっていう。ちなみに僕は通算野球9年間やってきて、通算本塁打0本。0本。そう意外とね。でも俺も1本やで。本当？高校生の練習試合でしかも。本当？あんなにバッティングがいいよりが。そう。だから球速いから、やっぱもうこれミートしにいかな、こう当てようってしないと当たらへんねん、やっぱバット。なるほどね。ホームラン短くても約 100m 飛ばさなあかんのよ、距離を。100m ってやっぱ投げても入らんし、なかなか。そうだよね。行くよって言って下から投げてポーンっていうのは球のスピードが遅いから飛ばないんだよね。飛ばへんねん。である程度のスピードもあって、でレオの振る力がこう重なった時に飛ぶから、パーンってね。まずはレオがもっと事務所でトレーニングして見違える体になって。BE:FIRST 一休止？一旦嫌だよ。それはできないよ。でも出ながらでええわ。じゃあ出ながらでいいよ、ライブ回り出ながらでいいよ。結構振ってる自信はある。バットはね。そうだし、松井一夫さんがホームランここで打つって言ってたの。じゃあここ鍛えるかと思ってこうやって俺ジムでやってたら、後輩のそのトレーニング子たちが「レオさんなんでそこを鍛えるんですか?」って言われて「確かにパフォーマンスに何か役立つんですか?」って言われて「ホームランを打つためだよ」って返した。可愛い後輩たちがすごいキラキラした目で、なんかパフォーマンスの時にこのマイクの
あれですかとかブレないためですか歌がとか他ねこうやってダンスを踊る時ブレないためですかとか言われたけどホームラン打つためだよって笑顔でそれなんて言うん怖い。はいってはいって言ったそれはもう嘘でもさやっぱマイクがブレてやっぱ踊りながら歌うんてやっぱ大変やから。でも嘘はつけないねやっぱねまっすぐやっぱ生きてるやっぱ先輩の背中みたいに見せたいからしっかりともう俺もまっすぐな目で言ったもん俺があれトレーニング場で鏡越しのところでこう踊ってるところに後輩の方が「ゆりさんやっぱダンスって野球にやっぱ柔らかさとかやっぱ必要なんですか?」って言われていや俺は踊りたいだけやでそうみたいなそういうこそれは言ったって嘘でもと嘘でもマイクだよ。でそれでだってその子がさこう緊張し始めた時にさ責任取れないからやっぱ俺もトレーナーさんがいるからさ最近やってもらってるからいろんなことしながらホームランが打てるような体作りもしっかり並行してやっていこうみたいな。一野球ファンとしてやっぱその巨人ファンとしてやっぱ東京ドームでホームランを打つっていうのはやっぱ目標なんで。でこれはやりましょうよ。たまにドームでバッティングすんねんけど、やっぱパワーがないわけよ他の人に比べて。なるほどね。俺らって振ってないしだから、普通の人ってさ下からこう打って飛ばす人もいるよ、そう打ち方が。でも力がない分絶対にこう重力に自分の力を入れなあかんから、まずは絶対に上から打ちにいかなこうね。そうで前で打つ前でね。前で打つ。やっぱここで打ったらこっからここまでの距離がもったいないってことね。力がいるわけよ。なるほどねそのパワーがないから前で打った方がいいんだ。そうこうバットに乗せるとじゃなくてピンポイント単体のところに上から前しかも高めね高めね。インコース高め、うん。をここね。そうそこをもうほんまに上からボールを1点で打つっていうこれだけをやる。もう素振りもそこだけここだけ。そこだけとずっと今日からしたらいける。うんいけるんちゃうかな。行ってみたいね。夢広がるね。よかったです本当。ビーファーストになってよかったですわ。いろんな夢が広がります本当に。今年も球場応援に行くんで。ありがとうございますたくさん。いつもいつも。いやこちらこそ。いつもありがとうございます。楽しみを。ちょっと時間ある時にぜひライブも来てください。そうね行かせていただきます。はい。じゃあ今日は本当にありがとうございました。はい。